今朝4時頃 USSD 開発のビーム軌道衛星が暴発し、東京湾水上都市に命中炎上するという事故が起こりました。なお警察当局の発表によりますと、昨日の水上都市の事故におきましては、ビーム軌道衛星の暴発という不祥事によるもので、 USSD としましても救命に全力を尽くしておる次第です。今後このような事態が再発せぬよう全処する所存であります。違いますよ。僕らは家電部所属のもんですから。それにすぐ警備課が来てすぐ立ち入り禁止に。隠してもためにはならないわよ。でもあれは研究事業部の管轄で、僕ら本当に関係ないんです。発見者のくせに役に立たねえやつだ。もういい、消えな。ああ、誰か警備課と研究部のやつを連れてこい。それと部屋の中全部鑑識に回しとけ。あの子知ってるのか、ビルマ。エアロビクスの仲間。彼は殺されたのよ、あなたたちの誰かに。あの野郎、どきなよ。わからないお嬢さんだね。てめえちくしょう。お前、ブーマ。俺は AD ポリスのレオンだ。いい加減にしないと全員しょっぴくぞ。もういい、やめなさい。あらぬ言いがかりをつけられても私どもとしても企業イメージというものがありますので。では失礼。何者だい？ブライアン・J・メイスン、ゲノム企業体の中枢を構成している人物だ。なかなかの切れ者よ。シンシアは軌道衛星と同調させるべく開発した武器でして。あなた方にとっては武器だったかもしれませんけど、私たちには救わねばならない少女でしたわ。その件については我々としてもあらゆる形態をですな想定した上でして。今度は犬か猫にすることね。未解決な部分も含めて仕事を引き受けますわ。よろしく願います。ではこれが仕事依頼内容と軌道衛星同調システムブラックボックスのコピーです。では報酬の2000万終了後必ず。勝手なものね。操作打ち切りって
ゲノムから圧力がかかったんだろそうじゃない。上層部が単なる事故と見解を出したんだ。ブーマが絡んでる形跡はない。現場を見てない連中に何がわかる？お前はブーマの犯罪を取り締まればいいんだ。そのとてつもないブーマをゲノムは開発しようとしてるんだ。それはお前の推測だろ。今現在何にも起こってないんだぞ。怒ってからじゃ遅いんだよ。まったくお前は取り締まりが必要なのはお前のようだな。あんたの定年早めてやってもいいんだぜ。よく言った。その言葉またやってる覚えてろよ。の？ったくもうこんなんだからブーマの犯罪が後を絶たないんだ。そうカッカしちゃダメ。気晴らしに今夜付き合ってやるわよ。どう？モーテルにでも。よし、これから二人してしけ込むっとするか。パトカーで？ AD ポリスの装甲車でだよ。このブラックボックスが水上都市アート海底から USSD より先に何者かによって回収されてるの。今日の爆発事故と関連づけてもゲノムサイドの仕業と思われるわ。ゲノムね。リターンマッチときやがった。でも相手がでっかすぎんじゃない？それに後払いっていうのもいまいち乗れないし。私やるわ。 AD ポリスの連中を見てるとさ、イライラしちゃうんだもん。じゃあとりあえず3人で行動しましょう。プリスはゲノムに関する動きを調べて、ネネは AD ポリスの情報を収集してマキとキーワードの作成してね。オッケー。はい、AD ポリス捜査課。誰？はい、ちょっと待って。レオンさん電話。男だったらいないと言って。女ですよ、プリスっていう。いやー、プリスさん感激だな。プリスさんから電話があるなんて。デートしてやるよ。え、本当？いつ？今日11時。そんな遅いんじゃ待ち合わせはホテルにしようぜ。バシバシのホテル知ってるんだ。バカ、昼の11時だよ。真っ昼間から？俺まだ勤務中だよ。なんか仕事にかこつけて出てきなよ。場所は26通り沿いのステーキハウスラークだ。じゃあね。むちゃくちゃだな。しかしなんで突然。情報流してみるか。しかしよく食べるね。朝昼兼用さ。あんた食べなくていいのか？プリスさんとこうしてるだけで胸がいっぱいで。遠慮するなよ。あんたが払うんだから。ごちそうさま。今朝のニュースであんたが爆発事故の捜査しているのが映ってたよ。かっこよく映ってたろ。まあね。でも捜査打ち切りってどういうこと？上の連中が決めたこと。でも俺は違うぜ。違うって？俺の読みだとゲノムの中で何かが動いているんだと思う。例えば最先端ブーマの開発。最先端ブーマ？それで？なんでこんな話を聞きたがるんだいや、こういう話って割と好きなのよね。 SF 映画見てるみたいじゃない。じゃあ開発中の爆発事故ってわけ？ああ、何らかのミスでね。ゲノムビルの中では引き続きその開発が行われてるってわけだ。現場検証の時警備課のやつが言ってたけど、同時刻に1台の輸送車が普段使用されてないゲートから出て行ったそうだ。他の場所に移したってこと？そう。おっと、もうこんな時間。なかなか面白い話だったよ。私これからライブに行かなくちゃ。それないよ、まだ食事しただけだぜ。文馬大使頑張りな。ねえ、ちょっと。
宙開発用ブーマの研究をする技術者だったの。アイリンの彼って素敵だったのね。いつも研究のこと楽しそうに話してくれたわ。でも今度の研究に関わりだしてから何かに怯えてるようだった。その研究って？連動システムの開発らしいけど、それ以上は他言すると殺されるかもしれないって。そんな。警察には話したけど取り合ってくれない。私彼に何があったのか知りたくて。それであの時あんなことを。私たち今度の研究が終わったら結婚するはずだったの。この指輪形見になってしまったわ。少し元気が出てきたわ。そうみたいね。よかった。私彼の周りで何が起こったのか調べてみるわ。調べるって？ブーマ犯罪が氾濫してる中で、そのブーマを生産しているゲノムはマスコミの格好のネタよ。今日のこと持ち込んでみるの。あんまり深入りすると今度はあなたが危険な目に。そうかもしれない。でも私納得したいのよ。もし私に何かあったら代わりに恨みを晴らしてくれる闇の仕事人に頼んでね。冗談よ。悪い冗談だよ。何さ、あのウェイトレスの態度嫌味よね。おや、はあ、私の車。それほど遠くないから歩いて帰るわ。なんかそういう気分なの。さあ気をつけてね。リンナ、私のこと心配してくれて嬉しかった。ありがとう。明日またね。はあ、さてどうやって帰るかな。分かったわ。マッキー、大至急プリスと連絡を取って。オッケー。横浜のチャイナタウン3番街の通りに向かって。
やるわこの仕事。アイリー、悔しいよね。4つのゲノム系列の研究所なんかあるんだけど、そのうち2つは封鎖されていたんだ。例の爆発以後、そのうちの1つが活動し始めたってわけさ。AD ポリスの情報で R ゲートを出た車ってのがあって、このゲート川崎に直行してるんだ。封鎖された研究所ってのがくせ者で、研究中の事故が相次いで最後には12人もの死者を出してしまったっていうとんでもないところなの。それが6年前。ブーマなの？特殊樹脂を扱う融合システム用動力の開発となってるけど、間違いなくスーパーブーマの誕生を共に祝ってもらう。歓迎しようじゃないか。ナイトセイバーズ参上。3階から5階のどっかなんだけど、見当つかないでしょ。奴らも動かないはずがないわ。あは、なるほど。
したみたい。ブラックボックス燃えちゃったね。いいのよこれで。ねえリンナ、2000万よ。どうしちゃったの？不祥事続出の USSD ではこのほどシュワルツ長官が辞意を表明しました。なお後任には